こんにちは、MD ジャックです。愛です。耳の妖精ミミです。今回は、ネットシュアーとビスオーディオのコラボモデル、ガリレオです。ああ、地球は多かったって言った人？違う。それはガガーリンだよ。がしか合ってないよ。あ、そっか。ところで、今度はビスオーディオで人とのコラボなの？愛もよく知らないんで、ググってみたよ。人は人だけど、チームなんだって。へえ、そうなんだ。じゃあ早速見ていくよ。はい。価格はだいたい13,000から14,000円ぐらい。エントリーモデルは結構持ってるけど、そろそろその上のクラスのモデルが気になってる人にはちょうどいいかもね。パッケージ内容は上の通りです。ケースが実用的でイケてるんです。よく使うイヤピをこんな風に格納できるのはありがたいですね。電車の中でたまにイヤピ交換するんですけど、こうなってると取り出しやすいですね。ガリレオが発見した木星の4つの衛星をガリレオ衛星って言うんだけど、フェイスプレートの雰囲気は衛星というより木星の縞模様の雲と宇宙、そしてちょっとキラキラもしてるんで星空をイメージした感じだよね。このデザインだけで愛は買いたくなってますよ。そう言うと思ったよ。フェイスプレートの模様が一点物のようね。シェルも半透明のブルーでドライバーが見えてる。ダイナミックドライバーの配置がちょっと傾斜してるみたい。DD も BA もサウンドチューブでステム先端まで音をガイドしているみたいね。ケーブルはいかにもレッドショアーって感じだけど S12 に付属しているケーブルとは写真の通りで編み方が少し違うね。ジャック部分の大きさも違う。ガリレオ付属ケーブルの方が編み込み方が緩めで食感が柔らかめ。ドライバーは 10mm リキッドシリコンプラスアルミマグネシウム合金のダイナミックドライバーユニットとデンマークのソニオン2389バランスドアーマチュアドライバーユニットで、視聴した第一印象は明るめの中高域から広域が得意な感じ。サイズ、重さは写真の通りで片側実測 4g と軽い方ですね。厚みも標準的で愛には少し大きいですけど、耳から大きくはみ出すようなこともないです。全体的にちょっと大きめなので装着すると存在感はありますね。同メーカーの S12 と比較してみました。S12 がちょっと小ぶりなこともあり、ガリレオが大きく見えます。ステム系がちょっと大きめでバンドルイヤピの内径も大きめ。いつも測定してるイヤピで装着できないものがあったので、測定はバンドルイヤピ2種に絞ったよ。サウンドチェックは比較モデルに悩んだんだけど S12 にしたよ。同じメーカーということとヒットしたモデルの方が持ってる人多いだろうから比較が分かりやすいかなと思って。はい、了解です。イヤピ、ケーブルともバンドル品で音収録しました。音質の調整は今回も2モデルの波形の中間を基準としています。ではサウンドチェックです。音量上がります。From the beginning.
れあるサウンドを久しぶりに聞きましたが、いいですね。この比較、ガリレオにとってはちょっと厳しいかなと思ってたけど、ガリレオの特徴がよく出ていた気がするね。コーティのレベル差があまりなく、低域から中域まではフラットを意識した感じのチューニング。その上は8キロあたりまで減衰せず、中高域から高域全体で高域を作る感じなので、8キロ付近のピークがあまり突出していないよね。S12 の波形を重ねてみると、S12 の方が波形の中の谷がはっきりしてるのね。広域も結構鋭い。プレイナーらしい超広域のピークもあるね。そうだね。広域の作り方もだいぶ違うね。ガリレオをしばらく聞いてみた印象は、低域やや控えめなため量感はあまり感じないが、その分ベースラインが降りやすく、キックのビーターのアタックを感じやすい。タム、フロアタムなどもローなりの迫力よりアタック感優先。中域減衰少なめであまりすっきりした感じはせず、芳醇。聞き方によっては少しもっさりした印象。スネアに厚みを感じる。好き嫌いの分かれやすい質感。中高域波形通りしっかり出ているので主張は強め。ボーカルを含むメロディーラインが前に出てくる。ボーカルの自殺音は特に気にならなかった。広域ハイハット、シンバル系の存在感はしっかりしていて芯のある鳴り方をしている。10キロ以上のピークはないので耳に痛いという印象はない。空間、分離、低位感。低域が控えめなので見通しは良く、空間自体は広く感じ、低位感、分離も基本的にはしっかり認識できる。中域の芳醇さが空間を埋めてくるようにも思えるので少しクリアさに欠ける気もする。トータル低域は控えめだが不足感はなく、中高域主体で広域寄りなバランス。他モデルと比較せず聞く分には気持ちよく聞ける。中域の減衰の少なさと中高域から広域が一定レベルで平坦なのでメリハリに欠け音が飽和気味といったところで、全体の印象は良かったんだけど少し気になる部分もあったね。波形の中の谷があまりないこと？そう、その通り。最近聞いた中高域から広域が綺麗だと思った2モデルの波形、シムゴット EA500 と TRI スターリバーの波形を重ねて確認してみた。低域はスターリバーに似ているね。やはり中域はもう少し落としているのと中高域にも谷があるので、これを参考に EQ 補正して聞いてみた。谷を作ったことでスネアが軽くなり、リズム全体が締まり、全体の見通しがさらに良くなった。ただガリレオのチューニングが良くないわけじゃなくて、各帯域がしっかり出ていれば自分で調整する余地が大いにあるので、こういうチューニングはある意味貴重かも。 EQ でも帯域に存在しない音は持ち上げられないってことよね。帯域に存在する音をカットしていく EQ の基本調整がしやすいってことでいいんでしょ？そうそう、そういうことね。補正をせずそのまま聴けるモデルは手間がかからないからもちろんいいんですが、ガリレオのようなチューニングモデルはそのまま聴いても受け入れられるし、今回のような最低限の EQ 補正でより自分好みにすることもできて面白いモデルだと思います。基礎レベルが高いからこそできると思うので、面白そうだと思ったら入手してみてもいいんじゃないかと思います。ということで、レッドシュアーとギズオーディオのコラボモデルガリレオのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。